ゲーム制作大戦の時間だ。俺はダンディ。かおちゃんです。今日もよろしくお願いします。ラマも参戦せねば。ねえダンディ、最近一人でゲーム作ってるんだけどさ。おう。絵も描いてプログラムも書いて音楽も作って全然終わらないよ。あるある問題だな。じゃあ今日は最高の教材を紹介しよう。たった2人で累計1500万本、推定売上1000億円超のゲームを完成させたやつらの話だ。2人で1500万本。1500万。我々ラマも1500万頭に増殖せねば。増殖しなくていいよ。そのゲームの名はホローナイト。オーストラリアの2人組チームチェリーが作った名作メトロイドバニアだ。まずこの2人の役割分担が綺麗なんだ。アリ・ギブソンがアート全般、キャラデザ、背景、何百体もの敵アニメーション全部一人で全部一人ですごい。ウィリアム・ペレンがプログラム全般、敵 AI、ボス、ゲームシステムの実装全部一人で描いた。つまり絵の人とコードの人で完全に分かれてたってこと？そういうことだ。 RPG スクールで言えば素材担当とイベント組む担当が完全分業してるようなもんさ。でここで面白い話があってな。パートナーと組むなら自分の一番得意なことを担当するとは限らないんだ。どういうこと？例えば A さんがプログラム7点、シナリオ4点だとする。 A さんはプログラムが得意だけどチーム全体を考えたらシナリオを担当した方が総合力は上がる。B さんにシナリオ1点をやらせるより A さんの4点の方がマシだもんね。これは経済学でいう比較優位って考え方だ。詳しくは天才性が見つかる滞納の地図って本に書いてある。概要欄にリンクを貼っておこう。我々ラマも比較優位を見つけねば。ラマの比較優位は唾を吐くことだろ。ホローナイトは最初から大作を目指して作ったわけじゃない。始まりはゲームジャムだ。ゲームジャムって何？ざっくり言うと制限時間内にゲームを作るイベントだ。48時間とか72時間とか。 RPG スクールで言えば週末だけでミニゲーム1本作れみたいなもんさ。そんな短い時間で2013年のルドゥムダーレで2人はハングリーナイトってシンプルなゲームを作った。角のある小さな騎士が敵を倒して身を食べるだけのフラッシュゲームだ。めっちゃシンプル。この時の騎士のデザインが後のホローナイトの主人公になった。あの名作のキャラってゲームジャムから生まれたんだ。次のジャムでは地下世界、古い王国、昆虫キャラってコンセプトが生まれた。これがホローナイトの土台だ。ここで覚えておいてほしいのが当チャンネルでずっと言ってる3つの原則だ。1つ目、小さく安く始められる。ゲームジャムは参加費ただだ。2つ目、すぐ撤退できる。48時間で作ったものに未練なんてない。3つ目、自分のルールで作れる。コンプラもポリコレも関係ない。好きなものを好きなように作れる。なるほど、全部当てはまってるんだね。我々ラマもゲームジャムに参加せねば。ラマ、パソコン使えるの？ゲームジャムで手応えをつかんだ2人は2014年にキックスターターを始めた。キックスターターって何？ネット上でこんなゲーム作ります、応援してくれる人お金くださいって呼びかける仕組みだ。クラウドファンディングだ。目標額はいくらだったの？日本円で約350万円。しかもキャンペーン数日前まで5万円下げるか真剣に悩んでたらしい。350万で悩んでたの？結果は約570万円を2158人から調達。当初は2時間くらいの小さなゲームを作る予定だった。2時間？あのホローナイトが？キックスターターのいいところは資金調達とスコープの固定が同時にできることだ。追加目標を設定しておけば達成するたびに新エリアや新ボスの約束が決まる。何を作るかが自動的に定まるんだ。お金だけじゃなくてロードマップにもなるんだね。もう一つ重要なのがツール選びだ。最初のプロトタイプはステンシルでステンシル？
プログラミング不要でゲームが作れるツールだ。RPG スクールのイベントコマンドに近いな。ゲームジャムにはぴったりだった。でもキックスターター成功後、ゲームが大きくなって限界が来た。で、ユニティ移行し途中でエンジン変えちゃったの？大変じゃない？大変だ。でもチームチェリー自身が言ってる。プロトタイプは最速のツールで、本格開発は最適のツールで。ツールに執着して不適切な環境で開発を続ける方がよっぽどやばい。我々ラマもユニティを学ばねば。頑張れ。応援してれ。さて、ここからがチームチェリーの一番面白いところだ。なになに？普通のゲーム開発ってステージ1作ってステージ2作ってで順番にレベルを作っていくだろ。RPG スクールでもマップ1から順番に作るよね。ティームチェリーはそれをやらなかった。レベルじゃなくて世界を作るアプローチだ。世界を作る？月単位でどのエリアに取り組むか決めて集中する。でもその計画は2週間後でも2年後でも変わりうるほど柔軟なものだった。ゆるい。ストーリーも面白いキャラやエリアを考え出して虫たちが何を考えどう反応するか考え続けた。物語は自然に展開していった。極めつけはこれだ。プロジェクト管理ツール使ってない。トレロとかジラとか使わなかったの？トレロのアカウントは持ってたけど、使わなさすぎてアカウントが無効化された。逆にすごい。2人で毎日顔を合わせてビジョンを共有できる規模だからこそ、重厚な管理ツールはいらなかった。これがさっき言った自分のルールで作れるの真髄だ。管理手法すら自分たちで決められる。我々ラマもプロジェクト管理を放棄せねば。それはただサボりたいだけでしょラマ。ここで一番大事な話をする。お、急に真面目モード。ティームチェリーの2人は専業のゲーム開発者じゃなかったんだ。他の仕事もしてたってこと？アリにはアニメーションの事業の蓄えがあった。ウィリアムにはフルタイムで働くパートナーがいた。つまりゲームが売れなくても生活は破綻しない経済的なセーフティーネットを敷いた上で開発に専念してたんだ。ああ、貯金ゼロで会社辞めてゲーム作りますはダメってこと？絶対ダメだ。気合の問題じゃない、脳の問題だ。心理学の研究で心に余裕がないと IQ が15以上低下する可能性が示唆されている。 IQ15 も下がるの？ざっくり言うと、シラフの人間が酔っ払い並みの判断力になるようなもんだ。そんな状態でクリエイティブな作業なんかできるわけがない。怖っ。アップルを共同創業した後もしばらく HP の社員だったスティーブ・ウォズニアックしかり、ナイキ前身を育てつつ会計士を継続したフィル・ナイトしかり、大きなことを成した人は共通してセーフティーネットの上で戦ってる。詳しくはオリジナルズって本に書いてある。概要欄にリンク貼っておくぞ。 IQ の研究についてはいつも時間がないあなたにって本だ。こっちも概要欄に貼っておく。余裕がないって怖いことなんだね。我々ラマもセーフティネットを敷かねば。生のセーフティーネットは牧場らを。最後にホローナイトがリリース後にやったことがすごい。4つの大型 DLC を全部無料で配信した。全部無料？もったいなくない？結果を見てくれ。1つ目、無料 DLC が出るたびにゲームが話題になって口コミが広がった。2つ目、新規プレイヤーが継続的に入り続けた。3つ目、キックスターターの35万円が最終的に推定100億連超の売り上げに化けた。リリースした後も価値を足し続けたからこそこんなに売れたんだ。リリースはゴールじゃない、スタートだ。覚えておけ。ただし一つ警告もして。警告？続編のシルクソングは完成までに約7年かかった。7年？最初は DLC のつもりが膨らみすぎて独立作品になった。開発者自身が止めなきゃ15年かかるゲームになると言ったほどだ。自由なワークフローは強力だが、いつ止めるかを決める仕組みがないと際限なく膨らむ。これがスコープクリープだ。
自由すぎるのも怖いんだね。てことで今日のまとめだ。1つ目、ゲームジャムで面白さの核を見つけてから希望を広げろ。2つ目、パートナーと組むなら比較優位で役割を分けろ。3つ目、ツールに執着するな。プロトタイプは最速、本番は最適だ。4つ目、管理ツールより大事なのは世界のビジョンを共有すること。5つ目、セーフティーネットなしで突っ込むのは自殺行為だ。生活の安定を確保してから全力で制作に打ち込め。6つ目、リリース後も勝ちを積み続けろ。リリースはゴールじゃなくスタートだ。すごく参考になったよダンディ。私もまずゲームジャムからやってみようかな。我々ラナもホローナイトを超える作品を作らねば。まずパソコンの使い方からだねラマ。今日紹介した本のリンクは概要欄に貼ってある。気になったらチェックしてくれ。ゲーム制作大全、次回もよろしく。筋肉スクリプト。ダンデダンデ